Hello, 皆さん、こんにちは。ティンカーチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. 皆さん、Welcome to my channel. ティンカーチャンネルと申します。はい、今回、お伝えするのはホピ族の予言青いカチーナ by ジョセフ・ティテル2029年4月13日というタイトルの内容になってるんですけれども、今回は3段目になっておりまして最終章になります。ホピ族の予言の最終章になります。第1弾第2弾見ていらっしゃらない方はまずは第1第2を見ていただきたく思いますので、概要欄の方からチェックしてみてください。で、この全ての内容はブログに示してあります。tinkerschannel.com のリンクの方も概要欄に貼ってありますので、ぜひとも見てみてください。はい、第1弾第2弾見ていただきましたでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。アメリカ人サイキック預言者のジョセフ・ティテルさんが、ご自身の考察そして予言を踏まえてですねお伝えしてくれているホピの予言の回の最終回になっております。ジョセフ・ティテルさんならでは、そのジョセフ・ティテルさんという方はサイキック預言者なので、そういった方ならではの視点からですねこのホピ族の予言に関して考察をしていらっしゃいます。とても面白い回になっておりますので、もしジョセフさんについてわからないよっていう方はブログの方にジョセフさんについてのリンクが一番先頭に載っておりますので見てみてください。はい、それでは本題始めていく前にティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ティンカーチャンネルにチャンネル登録いただいている皆さん、本当にいつもサポートありがとうございます。まだまだ小さな番組でございますので、まだチャンネル登録していないよという方はポチッとなでチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。できれば周りの人におすすめしていただけるような番組にしていきたいなというふうに思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ティンカーチャンネルは、ブログもやっております。チャンネルのプラットフォームは、メインブログが tinkerschannel.com、 そして最近開設したサブブログ、just in case もしこっちのメインが削除されたりなんか危ないことになってしまったらっていう予備のブログを開設しております。ハテナブログの方です。でこのリンクも概要欄の方に貼っておきます。で動画はここ YouTube、 そして、ランブルの方でも配信しております。はい、YouTube が先ですけれども、ランブルにも随時動画配信はしておりますので、どちらも好きな方で動画をお楽しみいただければなというふうに思っております。で YouTube の方が検閲などが厳しいので、おそらく削除されても、ランブルの方で載ってきていると思うので、もし動画ティンカースチャンネルどこ行っちゃったんだろうっていう風にならないように、ランブルの方でも、フォローの方をよろしくお願いいたします。そして X でも投稿しておりますので、ぜひともフォローをよろしくお願いいたします。ティンカースチャンネルのインスタもあります。あまり配信してないですけども、インスタの方のフォローもよろしくお願いいたします。
それでは本題の方に入っていきたいと思います。ホビ族の予言、青いカチーナ by ジョセフ・ティテル、2029年4月13日。ジョセフさんのご本人の動画のリンクは概要欄の方に貼っておきますので、英語で理解できる方はそちらでもチェックしてみてください。前回は惑星 X という太陽系9番目の青い星の発見について触れていましたよね。これが青いカチーナである可能性もあるんですけれども、シュメール文明などの古代文明、そしてホビ族の予言などさまざまな予言では太陽系には10個の惑星があるというふうに伝えられていました。そして10個目の惑星がとうとう見つかったということなんですけれども、赤い星ヘルコルプスの発見。その10個目の惑星の名前がヘルコルブスという赤い惑星らしいんですよね。ニューエイジ作家の V.M. ラボルー氏、1926年から2000年に、ご生存だった作家の方なんですけれども、次のように述べていました。引用です。バーナードの星は実際に古代人にヘルコルブスとして知られている惑星であり、過去に地球に危険なほど接近してアトランティス大陸を破壊したとされており、そしてその後も到来する VM ラブルというふうにおっしゃっているみたいなんですよね。前回の投稿でも登場した VM ラボルー氏なんですけれども、彼もまたサイキック預言者として知られる人物なんですよね。彼も、ホピ族ですとか古代文明のメッセージと同じようなことを予言している人物です。ヘルコルブスのリンクをですね、ブログの方に貼っておりますので、この方のリンクはちょっとブログの方からよろしくお願いします。ちょっと YouTube だとちょっと際どい感じの内容のリンクかなと思いますので、ブログからよろしくお願いします。カルロス・ムニョス・フェラーダ天文学者の発見。いろんな人物が出てくるんですけれども、ジョセフさんが紹介していたのがカルロス・フェラーダ博士です。ジョセフさん曰く、彼は生前に惑星 X と惑星ヘルコルブスについて研究していました。特に59年もの歳月にわたりヘルコルブスの接近が地理学的にどのように地球の活動に影響するかなどを研究していたこともあり、地震、気候変動、火山噴火などを予測していました。そのヘルコルブスの接近と地球の関係なんですけれども、フェラーダ博士は偶然にヘルコルブスを発見して以来、その惑星が移動することにより太陽系の振動が伝わり、特に地球に影響していることを発見したそうです。1999年、彼が90歳の時についにメディアのインタビューで警鐘を鳴らしたそうなのです。ジョセフさんがこう言っています。彼はこういうふうに言ってました。ヘルコルブスが肉眼で見え始めた時、上空で物事が起こり始めます。これは聖書でもみんなが目撃する上空での出来事のことは、記述がありますよね。そして、それはホピ族の予言も同じですというふうにジョセフさんは皆さんに思い出してというふうに言ってますけれども、確かに言ってましたよね。ホピ族でも、聖書の中でも言ってますよね。で、生前のカルロス・エム・フェラーダ博士のインタビューっていうのもブログの方に動画載せてます。これは英語字幕しかついてないんですけれども、もしご興味がある方、どんな方がどういうインタビューで何言ってるのかなっていうのを知りたい方は tinkerschannel.com のブログの方から見てみてください。このヘルコルブスの接近と地球というチャプターのところに載っています。フェラーダ氏が言っていたことをまとめました。順々に言いますね。まず1個目、人々は困惑する事態になるのか。困惑以上のことが起こるが、それに関しては様々な解釈がされるでしょう。ある天文学者は火星が見えたなどと主張するかもしれません。しかし、それこそがヘルコルブスなのです。質問2、地震発生トライアングル地点。私は3つの点を
計算し導き出し三角形ができることを知りました。それは地震波のスポットです。一つは地中海北部沿岸でフランスとスペインの間、南太平洋の沿岸でチリのバルパライソ海岸沿岸からペルーのアレキパ沿岸、そしてジャワ島、スマトラ島、ボルネオ島付近です。この3つのエリアは地震活動と火山活動が活発になるでしょうというふうにフェラーダ博士はおっしゃってました。質問3つ目、1万3000年前に起きたことについてなんですけども、前回ヘルコルブスが近づいたのは1万3000年前。大きな重力によりその惑星は近づいてきます。その時はアトランティス大陸、ムー大陸、ルメリア大陸が滅亡しました。その近づく振動で生態系などを弱くし、大きな変化をもたらします。4つ目、極のシフトについて。極のシフトってポールのシフトなんですけれども、あんまり言うと YouTube で検閲がかかってしまうので、極のシフトというふうに言わせていただいています。地球の軸のシフトですね。地球物理学と人類に変化をもたらします。人類には準備ができていない。さまざまな困難が起きます。変化は訪れます。破壊状態は起きます。そして人類の存続に関係してきます。命の誕生や物質自体に変化が起きます。カルロス・エム・フェラーダさんの引用になっておりました。特にこの動画のですね、インタビューで答えていたことなので、実際のですね、動画を見たい方はブログの方で見てみてください。彗星だと評価されている赤いカチーナ。そのフェラーダ氏はこのヘルコルブスのことをものすごい質量を持つ尾っぽを持った彗星と表現しています。ミステリーサークルとの関係。フェラーダ博士のお話ですっかり現実味が出てきたヘルコルブスの接近なんですけれども、ジョセスさんはこのようにおっしゃっております。ホビ族の予言では赤い星、青い星は双子で戻ってくるというふうに伝えられています。つまり元から軌道を回って戻るというふうに知っていたかのようですよね。しかしここでカチーナとミステリーサークルの模様との関係性も浮上してきたみたいです。このミステリーサークルとカチーナの参考動画というのもミステリーサークルの関係というチャプター章で載せているので、動画をぜひ見ていただきたいんですけれども、英語になりますけれども地上絵とかそういうのが出てくるので見てみてください。で、誰がこの完璧な形のミステリーサークルを作ったのかはまた別の話として、この形を紐解くと太陽系に迫る尾っぽがついた彗星が描かれているのが分かりますよね。そして太陽の大きさが大きくなっている、この地上絵が変わってるんですよね、時間というか時期によって。でそして知りたいのがどの彗星が青いカチーナなのかというところなんですけれども、彗星カチーナを見分けることができるのか。彗星といえば流れ星として観測できるくらいに頻繁に目撃されているものなんですけれども、そんなに頻繁に訪れているものであれば目視できる日が来るとはいえ、どのように見分けたらいいのかという話なんですけれども、ジョセスさんはこのようにおっしゃっておりました。見分け方ですが難しいです。しかし青いカチーナの後には赤いカチーナが現れます。そしてマヤ文明などは独自のカレンダーにてその日を計算していたようです。マヤ文明からヒントを得る。そのマヤ文明ですけれども、一度ですね、2012年12月に世界が終わるのではないかという憶測が世の中に出回ったことを覚えてますでしょうか。ジョセスさん曰く、マヤ暦に関してはおそらく支配者らが工作をして広めた可能性もあります。しかし実際世界の終わりは来ませんが、2012年頃より実際には軸は急激に移動しています。以来地殻変動、天変地異が増えていますし、気温も変動しています。起こる理由は支配者により工作されている
可能性もありますということをジョセフさんはおっしゃっておりました。それはジョセフさんの考察なのか、ちょっと予言のビジョンで何かを見ているのかわからないですけれども、配信でそのようにおっしゃっておりました。実際に近づいている彗星は他にもある。ヘルコルブス以外に実際に近づいている彗星があることをシェアしていたのが、ジョセフさんなんですけれども、その名も99942という別名アポフィスという小惑星らしいんですね。ジョセフさん曰く、アポフィスは古代エジプト破壊神のアポフィスから取られた名前です。そして数字を足すと33になります。これはフリーメイソンも33階級、キリストも33で、十字架に召されたというのもありますし、全てに偶然ではなく理由があります。ということは、この惑星こそがカチーナなのでしょうかというふうに皆さんに問いかけています。ジョセフさん曰く、さらに999は数比学的にはエンジェルナンバーであり、完全完了、そして終わりという意味をしています。そして42は聖書では反キリストが地球を制圧する42ヶ月という部分で登場する数字です。引用になります。黙示録11章の2。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは42ヶ月の間、この聖なる都を踏みにじるであろう。というふうに綴っている聖書の一部があります。ジョセフさん曰く、そもそも衝突するかもしれない小惑星の名前を破壊神から取るというところが悪魔的な発想ではないでしょうか。さらに数字でその意味合いをつけてくるというのも気味が悪いですよねというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさんが言いたいのは、地球に起こることを直接的に言わずに、こうしてメッセージを載せて見せつけているのかもしれないという可能性を言っています。確かに支配者側はいつもこのような手を使って刷り込みをしてきてますよね。太陽の敵アポフ闇と混沌を象徴し、その姿は大蛇として描かれる。蛇は古代エジプト人にとって身近で畏怖される存在であった。太陽の運行を邪魔するので、ラーの最大の敵とされる。それがアポフィスだよという引用なんですけれども、これはウィキペディアからの引用でした。13日の金曜日に起きる可能性。さて、ネビル星は遠く離れた場所にいるみたいなんですけれども、遠くてもその質量とエネルギーで大きな影響を及ぼす可能性は否定できません。1万3000年前に地球の文明を消滅させて7日間で新たな地球を生んだというふうに、言われてますけれども、それが本当だとしたら、それは多くの宗教や遺産や予言で語り継がれていることですよね。直近で似たようなことが起こるのであれば、もしかしたらアポフィスなのかもしれませんね。ジョゼフさん曰く、アポフィスである場合、支配者らが命名をしてその意味をこじつけ、実際に起こるようにするのであればシンボル的な日にするかもしれません。それが13日の金曜日である2029年4月13日だと私は考えています。そして7年後は2036年です。それが黙示録に書かれている苦悩の7年ということになるのでしょうか。2029年にアポフィスが来るとするのであれば、すでに苦悩の7年の真っ最中なのかもしれません。ジョセフさんはいろんなことをちょっと考えて考察しているみたいなんですけれども、これは一応予言の、レッドマーカーで私ブログの方に線引いてますけれども、おそらくジョセフさんの考察なんじゃないかな、直感なんじゃないかなというふうに思ってますので、実際にそうなるかどうかはわからないです。実際のところ存在が証明されている星。しかし実際に存在が証明されている星はヘルコルブスのみです。アポフィスは小惑星ですし、予言や古代の遺跡に残されているネビル星は科学的に証明されてはいません。ジョセフさん曰く、過去に実際に惑星の接近や衝突により文明が消滅したという証拠はありません。3600年前であろうと1万3000年前であろうとです。アトランティス大陸、ムー大陸、ルメリア大陸などは
お話で聞きますけれども、実際に存在したことは証明されておらず、ファンタジーだと位置づけられています。確かにそうなんですよ。だから陰謀論っていうふうに皆さん言って聞いていらっしゃるんですけれども、共通するお話が存在するということが大事だというふうにジョゼスさんはおっしゃっています。科学的に証明されていないからといって無視していいというわけではないというふうにジョゼスさんはおっしゃっています。それであればそもそも予言が存在する意味もなくなりますよね。ジョゼスさん曰く、頭に留めておかなければならないのは、数々の古代文明、ホピの予言、聖書などあらゆる方面で同じような話を語り継いでいるという点です。聖書の巨人の存在、おとぎ話になってますけれども、そうなると聖書で書かれているお話は一部本当で一部がファンタジーなのでしょうか。ジョセフさん曰く、数々の古代文明、宗教、そしてホピ族や家族の数々の預言者は地球を覆うほどの大洪水が起きることを語っています。そして第4の世界から第5の世界、ゴールデンエイジへ移行するというふうに語っていることも同じです。でも人間、目に見えないとそんな幻想信じれないよ、現実が忙しいよって思っちゃうんですかね。もしも実際にニビル星が接近してきたら、そうした数々の古代文明が伝えたいこと、宗教文書、予言、ミステリーサークルなどさまざまな視点からカチーナもしくはニビルのお話が伝わってきています。ジョセフさん曰く、立ち止まり、もしもニビル星が接近してきたらという可能性を考えてみてください。私はただいろいろ考えられていることを自分なりに分析しているんです。あなたもやってみてくださいというふうに皆さんなりに考えて、過ごしてみてくださいというふうに語りかけていらっしゃいます。ジョセフさんがおっしゃっていることはティンカーがいつも思っていることと同じだと思います。すべてに疑問を持って考えてみること、本当のことというのはいずれ起こるか起こらないかでわかるんですよね。しかし想像して可能性を考えることっていうのも大事だというふうに私は思います。ホピ族が伝承する訪れる兄弟、ホピ族の青いカチーナと赤いカチーナの予言ですけれども、双子の星が来るとき、空飛ぶ盾に乗って兄弟が訪れ、破壊が始まる前に連れ去る、そして全てが終わった後地球に戻ってくるという部分があります。これもまた聖書と似ています。彼らはキリストの復活の前、地球の崩壊から救われるというような部分があります。興味深いですね。ファクトチェッカーが否定する様。世の中に存在するファクトチェッカー、事実がこうですよっていうのを伝えるようなサイトだったりするんですけれども、青い惑星と赤い惑星のカチーナの存在を否定しているというふうに言っています。ジョセフさんはカチーナの存在を否定するファクトチェッカーらは、ホピ族の予言、世の中の預言者なども誤情報として捉えています。聖書で記載されていること、記述されていることはキリストの教える真実の学びから遠ざけようとするものは真実を伝えようとするものを邪魔するということ、そういうふうにジョセフさんはおっしゃっています。実際に起きていることを知る、実際に起こっていることに焦点を当ててみましょう。ジョセフさん曰く、実際に現在気候変動は年々激しくなっています。気温が上がったり災害の規模が大きかったりします。しかしほとんどの人が気に留めていないのが、他の星でもそれは同じだということです。太陽系の他の惑星でも気候変動が起きているということをジョセフさんはおっしゃっております。私ちょっとこの記事見つけたりしましたので、ブログの方で見ていただきたいんですけれども、例えば火星でも気候変動が起きているということで、木星でも気候変動が起きているよっていうことを載せている記事があったので見てみてください。なぜ太陽系で気候変動が起きやすくなっているのか、そこを考えると太陽系の環境の変化というのが関係していることを想像させますよね。それでは何が環境を変えているのかを考えると浮かんでくるのはニビル星の接近の可能性ですよね。それが近年発見された惑星 X のことかもしれないですし、ヘルコルブスのことかもしれません。で、
光のカードでも予言されていることなんじゃないかということで、おまけですけれども、いる〇〇 T カード、丸の中にはみなですね、同じようなことが表現されております。例えばこの隕石の衝突で、ボーケーノエラプションもあります。火山の噴火ですね。そしてupheaval、暴動、そして unlucky 13、これが13日の金曜日というカードがあったりします。最後にジョセフさんからのアドバイスで締めくくりたいと思います。2029年4月13日もしくは、以前に2029年4月29日もしくは2030年それぐらいに何かが起こるんじゃないかっていうふうにジョセフさんは予言しておりますけれども、あと6年ぐらいですよね。太陽フレアが来てアセンションが起こるということも予言されているわけですけれども、何もしないで自動的にアセンションできるわけではないというふうにジョセフさんはおっしゃっております。ジョセフさん曰く、一日一日を大切に生きてください。6日後、6年後、60年後であろうと、私たちの命がいつ終わりを迎えるかは分かりません。それなら今を大切にして地球とともにホピ族の言うように自然に立ち返り感謝をしていきましょう。以上になります。私のまとめですけれども、今回強く伝えたかったのがやはり考えることの大切さなのではないかということを私は感じました。考えることというのは想像して感じることというのも同じだと思うんですけれども、科学的に証明されていないということは考える価値がないということではありませんよね。なぜならこの世の中は科学で証明できないことの方がはるかに多く存在しています。ほとんどがそうですよね。むしろほとんど科学で証明できてないです。だからこそ私たちは考えることが大切なのだというふうに私は思っております。今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたらグッドボタンで応援の方をよろしくお願いいたします。でもしこのまま、続けてみていきたいよという方は、チャンネル登録の方でフォローもよろしくお願いいたします。グッドボタンを押していただいたりチャンネル登録していただくと、私の動画がもっとたくさんの人に見られるようにアルゴリズムで刻まれてなっていくみたいなので、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。今回の、動画はブログでも読むことができます。概要欄の方にブログのリンクを載せておきますので、ぜひとも見てみてください。それでは長々聞いていただきましてありがとうございました。See you next time. Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. ティンカーチャンネルでした。それでは次回の配信までお待ちください。バイバイ。Ciao. Much love.